考え方だって生き方だってオリジナルなんかないって話をしたいんですよ。あなたの悩み、あなたの考え方、生き方ね、今辛いと思ってること、よくある話です。ごめんね、ほんと切り捨てるようで。オリジナルの悩みなんかないですから。オリジナルの辛いことなんかないですから。自分が今うまく絵が描けないと思ってること、これ全部オリジナルじゃないですよっていうところからまずスタートをしなきゃいけないんですよ。もちろんですね、細かく見たら固有のものかもしれません。しかし大体一緒じゃないですか。大体分類できませんか。それと同じようにですね、皆さんが思い悩んでることもですね、大概のことはですね、もう過去にこう解決策があって、あるいはですね、解決はしないかもしれないね。僕が20代には戻れないよね。僕は身長180センチにはなれないんじゃないかな。これ無理ですね。でそれ以外ですね、筋トレをしたら今よりも重いねものを持ち上げたり、もうちょっとね、できるかもしれない。これはできそうなことだよね。これ何を言わんとしてるかというとですね、自分の中でできることとできないことがあるわけですよ。解決可能なことと不可能なこと。僕で言ったらできることっていうのは、まだ絵は上手くなる自信があります、正直。そして、筋トレすればもうちょっと筋肉ついたり、もうちょっと痩せたりすることができると思います。英語に関してはもうちょっとね、いっぱいやれば、話せるようになると思います。僕はですね、毎日ほとんどの場合、できることがしかやってないです。これから良くなること、できそうなこと、これからもっと自分がスキルアップ、あるいは、プラスになりそうなことしかしてないんですよ。なんか室井さんメンタル強そうっすねとか、室井さんなんか悩みとかなさそうですねって。ないです。なんでか、身長180センチに伸ばそうとしてないし、100メーターを9秒台で走りたいと思ってないし、プロゴルファーになろうと思ってないし、人って悩みってね、不可能なこと、あるいはもう過去のこと、これがですね、ぐちゃぐちゃの人、これがうまくいかない秘密なんですよ。より効率よくというか、ちゃんとバランスよく成長させるには、その道でうまくやってる人たちのやりようというか、常識というか、それをまず知ることなんですよ。自分がうまい絵が描けない、なんでだろう。めちゃくちゃシンプルです。うまい人の描き方、考え方、手順をトレースできていないからです。再現できていないからです。はい、もうそれだけにつきます。再現率が低いだけなんです。うまい人のやりようの再現率が低いからうまく描けないんです。うまい描き方、手順、やりようっていうのはですね、ほとんどオリジナリティがないんですよ。ちょっとずつ着実にできることをちょっとずつ手順を真似しながらやると、これが一番うまくなるんですよ。でもね、結局絵に関して言うと凝り性かどうかっていうのがなんか一番結局それにおいてもやっぱ重要な気がする。凝り性っていうのはですね、こだわっちゃうってことですよね。ほっといたらずっとこだわって何回もやり直しちゃう。ただうまい絵を見りゃいい、ただ模写すればいい、ただ資料を見ればいい、そういうですね、ただこれやりましたみたいな、それってうまくならないね。いや、その範囲では見ないよりはマシですよ。何も知らないよりはマシですよ。ただしその再現率ねがですね、お前ずっくりしてんなっていう人はですね、これはうまくならないですね。なるべくそのまま忠実に吸収し再現し、それをですね自分にインストールした方が圧倒的にうまくなります。ここね、結局凝り性かどうかなんですよ。もっとこうしたいああしたいみたいなさ、そういううまく作りたい欲求っていうのかな、もっとこうしたいああしたい欲望みたいなものが強くないとね、うまくないんですよ。でもこれ結構本質的な話だと思うんですよ。自分のまず苦手なことから伸ばすんじゃなくて、だからうまいっていうのはあれですよ、皆さん自分にとってうまいと思うでいいんですよ。もちろん千差万別ね、価値観が違って当たり前ですから、自分の好きなやつでいいんですよ。当たり前ですけど、僕がただ好きですいいですって言ったやつを皆さんが見て、ちょっと違うな、やっぱ室井さんちょっと古いよねみたいな感じで思うんだったら参考にしないでくださいねっていう感じで、自分の好きなものを追求するっていうのがまず第一ステップ大事なんですよ。自分がまずうまいと思う絵を吸収してね、でそれを持って初めて
こういう、感じで書きたいなとか、要するにその人の引き出しがいっぱいあることによって、で引き出しってなんだよって言ったらですね、なるべく忠実にいろんなものを自分で再現した経験です。過去にその人が模写して何した経験です。しかもただ適当に模写するんじゃなくて、自分の手癖とかそういうのを全く使わないで、なるべく忠実に再現する、インストールすることに集中した方がうまくなります。一番最初の方で喋ったように、最初のスタートラインの自分の認識が間違ってると大体うまくいかないですね。自分が本当にやりたいこと、好きなことに取り組む、楽しいな、好きだな、あ、この絵描いたら楽しくないな、こういう絵描く人ってこうだよね、ああいう感じってこうだよねって自分の体験をもとに徐々に分かっていく。ただ自分の体験っていうのには限界があるわけですよ。だからいろんな人のノウハウを知るっていうのは、要するに拡張した自分ですよね。他人っていうのは拡張した自分、別のパターンの自分ですよね、簡単に言うと。みんな無限の思考を繰り返してるわけです、上手い人たちが。歴戦の天才絵描きたちがですね、束になってですね、すごい歴史を積み上げて今の上手い絵にしてるわけです。皆さんの好きな絵が出来上がってるわけです。その上積みをですね、まず一旦自分にインストールすることが、その無限の上手い人たちの歴史をね、いっぺんに吸収する一番いい方法なんですよ、ね。だから模写しか上手くならんっていうのはそういうことなんです。そういう意味なんですよ。今までの上手い人たちの技術を今の2024年皆さんね、技術を総取りするっていうのかな、インストールするというのには、模写が一番いいんですよ。上手いっていうのはですね、何も見ないで描くことではありませんよ。自撮りもするし、 3D もね、僕は使わないけど 3D 参考も使うし、フィギュアも使うし、参考も見るし、ありとあらゆるですね方法を取りつつ、最終的に自分の気に入った絵だったり、そしてそれがですね、その延長というか拡張として他人が納得する、他人がいいと思ってくれる絵をいかに描けるかなんですよ、ね。なのでいきなりはうまく描けませんけど、徐々にうまくなっていくと、ね。その使い方がうまくなっていく、ね。そして何が好きか、どの資料で自分はどういうふうな結果になるかもたくさん経験があれば、資料の使い方がうまくなるんですよね。それも含めてその人の画力です。なのでそもそも何も見ないとか、やっぱりオリジナルにこだわった方がいいとかね、これね、残酷なようですけれど、僕は身長190センチになって NBA 出てスリーポイントを決めるようなもんです。あなたが誰も見たことないキャラクターを描くっていうのはですね、大体そのぐらい難しいと思いますよ。最初から自分の下手なよくわからないオリジナル進行は捨てましょう。創作っていうのはほとんど組み合わせです。何かと何かの組み合わせです。大事なことは組み合わせのセンスがいいことです。でもちろんですが、その組み合わせもたくさんやったことがある人の方がうまいです。分かんないでとりあえずやみくもにやってみる、もちろんそれでやってみるのも一つの経験なんで、何も見ないで何もねあれなしでやってみようっていうのは大事です。ただ自分で何もイメージが湧かないことね、どう書いていいか分かんないこと、それは紙の上で何か探っても分かんないもん分かんないんで書けるわけないです。さっき言ってやるべきことはまず分かるっていうこと。どうやったらこれになるかなってね、そうどうしたらそう見えるかなっていうことを考えるってことが大事です。